皆さんこんにちは、五戸美希です。もうすぐ会社の朝礼が回ってくるんですけど、話すことがありません。こういうご相談よくいただきますね。朝礼でテーマがない、その朝礼で何か会社の方針が変わったことを喋るとか、あとは何ですか、法改正について喋るとか、注意事項を喋るみたいな時は話すことがあるから、多分そんなに迷わないと思うんですけれども、テーマがフリー。何を喋ってもいい朝礼って、これは結構ね、迷う方多いと思うんですよね。この何を喋ってもいい朝礼というのは、トークの種類で言うとフリートークですね。で、このフリートークの概要というのが分かればですね、結婚式のスピーチもできますし、仕事で乾杯の挨拶をする、そういう時も怖くなくなりますので、フリートークの内容作り、こちらぜひ覚えていただきたいと思います。スピーチトレーニング。では、テーマフリーの朝礼で何を話すかですね。皆さん何が正解だと思いますか？私が考える答えは、自分のエピソードです。はい。エピソードトークというのはもうフリートークの基本中の基本と言っていいと思いますね。エピソードトークとは何かというところからお話ししますと、自分がこれまでに経験した出来事を話す。これですね。例えばこういうことですね。どこかに行った時のこと、旅行した時のこととか、あとは何かやったこと、体験したこと、あとは見たこと、何かを見に行った、映画を見に行った、劇を見に行った、あとは感じたこと、それからちょっとしたハプニングとか、ちょっとした失敗談、こういったこともエピソードトークになりますね。じゃあ、エピソードトーク、具体的な話というのを考えるために、エピソードトークじゃないパターンというのを考えてみたいと思います。まだやっていないことを話すというのはエピソードトークではないんですね。例えばこちら。これからやろうと思っていること、あとは今後の目標とか抱負、こういったことはまだやっていないことをですね、経験していないことで聞き手を楽しませるっていうのは結構難易度が高いです。じゃあまだやっていないことってどういうことかというのを、例えば私のパターンというのでやってみますね。私の娘今2歳なんですけれども、3歳になったらいろいろできることが増えるんじゃないかなと思いまして、習い事をさせたいなと思っているんですね。で、習い事を何にするかっていうのまだ決めていなくて、ダンスにしようかピアノにしようか迷っているんですね。やっぱりいろいろやらせたいけれども、いろいろやったら自分が送迎するのが大変になってしまうなというふうに思いまして、何にしようか、全部じゃなくてまずは一つみたいなことを考えています。これで人を楽しませるっていうのはね、結構やっぱ難しいですね。なのでやったこと、経験したこと、子供がいるんだったら子供と何かでお出かけした時とか、お出かけ先で必ず何かしらハプニングがあると思いますので、そういうハプニングがあればそれがオチになってきますからね。はい、経験したことで話すっていうのがおすすめです。スピーチトレーニング。じゃあエピソードトークの例というのもやってみたいと思います。経験した出来事を話すというパターンで、ちょっと話してみますね。私この前ですね、家の洗濯機が壊れてしまったんですね。うちは2歳の娘と0歳の息子と、あと私と夫という4人家族なんですけれども、子供が2人いるので洗濯物ってものすごく多いんですね。バスタオルも4枚になるので、うちの洗濯機は乾燥機がついている自動洗濯乾燥機、縦型なんですけれども、バスタオルとか一度入れて洗濯乾燥っていうボタンにすると、一気に乾燥までしてくれるので、バスタオルとかを一回一回干さなくてもほわほわにしてくれるっていう、もうすごく気に入っている洗濯乾燥機が壊れてしまったんですね。で、洗濯物、1日の洗濯物ってもう本当にスーツケース1箱分ぐらいあるので、壊れている間、修理まで2週間待たないといけないということが分かりまして、その2週間の間コインランドリーにその大量の洗濯物を運ぶということになりまして、
で2歳の娘はずっと保育園行ってるんですけれども、0歳の息子はその時まだ保育園に行っていなくてですね、今はもう保育園行ってるんですけれども、その時まだ保育園に行っていなくて、で家に置いておくわけにいかないですから、その0歳の息子を連れて大量の洗濯物を持って歩いてコインランドリーに行くっていうのが2週間ありまして、みたいな感じですかね。はい。こんな感じで、あった出来事を話すとエピソードトークになっていきます。例えば旅行に行ったら、そうですね、旅先であった出来事、何か体験したこと、何かボートに乗ったとか、初めてボートに乗ったとか、そういう時のこともエピソードトークになりますね。かなり昔の話になってしまうとちょっと思い出すのが大変になってくるので、できればここ半年ぐらいで見つけられるといいなと思います。で、ちなみにその洗濯機が壊れた話は私 YouTube ライブでもうしておりまして、もし気になっていただいたらですね、YouTube ライブのアーカイブがありますので、そちら覗いてみてください。あとエピソードトークの例として挙げていいのかな、挙げていいですよね。サロンメンバーさんのラジオがありまして、サロンっていうのは私がオーナーを務めております五戸美希のスピーチトレーニングサロンなんですけれども、こちらのメンバーさんにラジオ収録にチャレンジしてもらうというのを年に1回やっておりまして、そこでエピソードトークを皆さん披露してくださっています。そうですね、例えばインフルエンザにかかってしまいました、大人になってから。で、その時インフルエンザだというふうに思わなくて、なんか体がポカポカするなと思っていて、でその日初めて着た体が温まる下着、インナーを着ていたので、この下着すっごい体が温まるんだな、ポカポカするなというふうにずっと思っていたら熱があったみたいな話をこれは住野さんという方のお話なんですけれども、すごく面白いエピソードトーク皆さんたくさんしてくれているので、ぜひですね、参考までにチェックしていただければというふうに思います。スピーチトレーニング。はい、五戸美希のスピーチトレーニング、メルマガやっております。メルマガ限定でラジオを配信しておりまして、こちらでもスピーチトレーニングの解説、毎週配信していますので、ぜひご登録ください。動画教材もありますし、マンツーマンレッスンもやっておりますし、グループレッスンはオンラインサロンの方でやっています。オンラインサロンは課題の提出をしていただいてフィードバックをお送りするということもやっていますので、よろしければプラン一覧を見てください。あとこの YouTube はですね、コラムの方に文章バージョンというのを載せていますので、パパッと内容を振り返りたいなみたいな時はコラムの方をですね、覗いていただければと思います。今日もご覧いただきましてありがとうございました。